トリシティ155で峠道を走ってみたいと思います。フロント周りにカメラを1台据えたので、パラレログラムリンクとタンデムフロントフォーク、肩持ち式フロントフォークの動きをお見せできるのではないかと思います。このモデル、このようにですね、ぐっと速度を落として、今もうおそらく早歩きよりもずっと遅い速度だと思いますが、街中走行などでも多用することが多い超低速走行が得意というのもこのモデルの大きな特徴ではないかと思います。エンジンに関しては高速道路でコメントしてきた通りなんですが、ここはね、峠道ということでより勾配のあるエリアを走るので、その時に印象がどうなのかコメントしていきたいと思っています。平坦なところでは相変わらず結構爽快な吹け上がりを持っていて、なかなか気持ちがいいエンジンだなと思います。ただそうですね、このように低速からスロットルをワイドオープンした時は、フロント二輪構成、それに伴う部材が多いということで、やはり若干車体が重たいんでしょうね。まずエンジンの回転数が先に上がって、そこからワンテンポ遅れて加速が始まるという印象です。スポーティーに走らせようとするときは、こういった感触というのはどうなのかと思うことも多いかもしれませんが、コミューターとして考えればこういった特性というのはかえって安心感にもつながる部分でもあり、これに関しては単純な評価、良し悪しとはちょっと別の部分なのではないかと思います。それではここから本格的な上り坂が始まるので、ちょっとね、エンジンを回し気味でいきたいと思います。高速道路でもコメントした通り、このブルーコアエンジンというのは VVA 可変バルブ機構を搭載しているので、一度エンジンが回り始めてしまえば、今そこそこの上り坂なんですが、こういったところでもとてもスムーズな走りを披露してくれます。またこれも高速道路でもコメントしましたが、このような速度域だと本当にエンジンの振動ないんですよね。滑るように走るといった感じで、快適性もかなり優れていると思います。パカッと開けた時にやや遅れて加速が始まるとは言いましたが、一定の速度で走り始めてしまえば、このモデルのエンジンの特性に大きな不満はないと思います。本当に車体は安定している。特にその倒している途中ではなくて、バンク角が一番深くなった時の安定性が本当に優れています。通常のモーターサイクルだとバンク角が一番深い時に不安も最大になるといった感じだと思いますが、このモデルの場合はその倒れてる途中よりもむしろ深いところにバンク角が落ち着いてくれた方が安心感が増すといった印象ですね。そしておあつらい向きというかどうなのか分かりませんが、雨が降ってきましたね。ここまでパラついてくるとむしろ本格的に降ってくれと、その方がこのモデルの優位性がよく分かるので、もっと降ってくれという感じではありますが、パラついた程度でしたね。あと高速道路でもコメントした通り、やはり車体の倒し込みは本当に軽快、ちょうどいいですね。道路が、これは舗装の色かな、違いますね。路面が濡れているんですね。こういった状況になればなるほど、このトリシティ155フロント二輪構成の優位性が際立ってくるんじゃないかと思います。ここもね、結構高速のコーナーなんですが、ああいったところもね、本当に安定してて、とにかくフロント周りからはもう何しても何も起こらないといったような印象、素晴らしい安定性です。正確に言うと、その動き始めはやはりフロント周りがちょっと重たいんで、少しおっとりと動き始めるんですが、フロント周りが倒れ始めてからはもうスッと一番深いバンク角までスムーズに収まるといった印象です。 LMW に関してはそう感じることが結構多いのですが、通常のモーターサイクルに乗り慣れている方はいつもの調子で思い切ってというかね、スパッとリンしない方が最初のうちはいいかもしれないですね。このモデルはさっきも言った通り、車体が倒れ始めてからはそこからは結構スピーディーなので、いつもの調子で倒していくと倒れすぎてしまうといった感触が出てしまうので、いつもよりもね、やんわりともうそれで十分なので、
そのような操作をした方がスムーズに乗れるのではないかと思います。ちょっと試してみますが、このようにこの道ね、道のこういった脇に邪魔が多いんですよ。ほら、今もね木の枝を踏んだりとかしていますが、こういった時も LMW であれば片方のタイヤがグリップを失ってももう片方がグリップしてくれている可能性が高いので、メーカーさんとしてはなかなかそこまでは言えないと思いますが、ざっくりと言ってしまうと、フロント周りにまつわる起因する転倒というのは確率からすればもうほぼ2分の1になっていると言っても良いのではないかと思います。それぐらいこのフロント周り、フロント二輪構成というのはグリップ力が盤石なんですよね。安心感は本当に高い。なので今もそうですが、このようにね、雨がぱらついていたりとか、あと路面状況があまり良くないエリアを走る、特にそういった道を毎日走らなきゃいけないような方たちにとっては、もうこの LMW というのはもう最高のというか最強の移動機会と言っても過言ではないのではないかと思います。さっきもね、コーナーの入り口、石がバラバラと散らばっていたんですが、ああいった時でももう思い切ってフロントブレーキを握っていける、とにかくね、フロント周りの安心感はもう何度も言いますが盤石だと思います。例えばね、同じギャップを乗り越えるにしてもフロント二輪のその片側ずつの状況が違うということは結構あると思います。で、ギャップが多いエリアを走っていて、特にそのようなね、ギャップが連続するようなエリアを走っていると、若干フロントがね、それぞれのタイヤがそれぞれのギャップを踏み越えなきゃいけないということで、ガツガツというかブルブルというかね、若干震えるようなところはありますが、そういったエリアを走るときはフロント周りはもう盤石なんだと信じて信頼して走ることが、この LMW はそのメリットを生かす最大のポイントなのではないのかなと思います。じゃあいつものポイントでちょっと U ターンしてみたいと思います。この LMW の U ターンというのはやっぱり、通常どんなスクーターでもそうですが、リアブレーキをね舐めながらじっくりといった方が安心感も高くくるっと回れるのではないかと思います。それではやってみます。はい、今もね路肩のラインに相当余裕を持ってくるっと回ることができました。いろいろやり方はあると思いますが、私の場合はね、ああいった時はフロントブレーキは操作せずにリアブレーキでコントロールしながら、リアブレーキを握りながらスロットルを開けていく、そういった方がね小技を決めやすいのではないかと思っています。こういったね峠道をスポーティーに走るときはフロントがね盤石なので、やや速度を乗せ気味で走った方が楽しくスポーティーに走れるのではないかと思います。さっきもギャップコーナリングの一番深いところで片側の車輪のみ、前輪の片側のみギャップを踏むという状況だったんですが、ああいった時も全く不安感ないですね。そのフロントフォークのストローク量プラスその平行四辺形が変形したことによって生まれるストロークというのも事実上は発生しているはずなので、こういったですね峠道の走行においてもフロントサスペンションのストローク量の不足というのは全く感じないです。そして相変わらず峠道を走っていても、これはあくまでも私の感じ方ですが、フロント二輪がね駆動してそれに連なっている車体の後部を牽引しているかのような、そんな走りっぷりです。なのでいずれにしてもフロント周りからどっか行ってしまいそうな不安感っていうのは、このトリシティ155に関してはもう皆無だと言ってよいと思います。今もね道の真ん中に砂利がバラバラとありましたが、ああいったところはね不安なんですよね。ですが、そういったことに伴うリスクもフロント周りに関してはもうおおむね半減されていると言ってよいと思います。このトリシティ155はヤマハお得意のユニファイドブレーキシステムを採用しています。前後が連動して作動するブレーキということで、両方のレバーを軽く握っていると分かるんですが、レバーがね連動して動くのがライダーにも伝わる仕組みとなっているんですよね。ブレーキのね連動具合がライダーにも伝わるというのは、これはね私は結構良いのではないかなと思っています。じゃあまずはこういったスクーター的な乗り物ですから、
左側のブレーキレバーから試してみたいと思います。はい、今もね力入れてないんですけど、右側のブレーキレバーに軽く手を添えて遊びを取ってるんですが、やはりそうですね、こう握ると左を握っているんですが、右のブレーキレバーもこう動くのが分かるんですけども、かなりね強力に効きます。ここから先ちょっとね、急なコーナーが続くんで、まずは左側のブレーキから。はい、ブレーキはもうめちゃくちゃよく効きます。左側のブレーキレバーを握っているんですが、フロントがぐっとこう地面を噛む様子が伝わってきます。またそれに伴ってかなり車速をぐっと落としてくれるといった印象ですね。今もちょっと左のブレーキレバーを握ったり離したりしているんですが、そうですね、コントロール幅はやや少なめかなという気もしますが、ただこういったコミューター的な乗り物としてはもう十分、というか十分すぎるほどのブレーキの効きだと思います。そして今度は右側のブレーキレバー、こちらもはいすごい効きますね。すごい効くんですが、おそらく強く握った時に強く効きすぎないようにちょっと効き味は調整されているのかなというような印象でもありますが、思い切り握ると着座している私のお尻が少し浮くぐらい、それぐらい効きます。そしてこのようにコーナリング中に、もしくはコーナーに進入するときにブレーキレバー、特に右側のブレーキレバーを握っていたとしても、車体がなかなか起き上がってこないんですよね。もう一回やってみます。はい、フロントのブレーキレバーを握ったままでもスムーズに車体を倒すことができます。これも確かヤマハさんのウェブサイトとかにも書いてあったと思いますが、これも LMW の優れた特性の一つだと思います。高速道路上でその動力性能とその車体の盤石さ、さまざまなバランスがとてもいいとコメントしましたが、峠道でもこれだけ走ってくれるんであれば、普通のツーリングモデルとして使ったとしても大きな不満は出ることはないというか、私はこれ結構というか相当いいと思います。今回の試乗に関しては終盤なので、気になったところもご報告しておくと、まずそうですね、これはもうフロント二輪構成なので致し方ない部分だと思いますが、こういった峠道の走行ではやはり足を前に投げ出して乗った方がシートの、摩擦力を生かして車体をホールドしやすいというところがあるので、こういった峠道を走っているときはやはり足を、少し前に出したくなるんですが、このモデルに関してはね、それはできないと。タイヤがあるのでね、これはもうしょうがないと思います。ただ、それで大きな不満が出るかというと、先ほども言った通り、車体のバンクが相当軽いので、あまりね、そういったその車体の入力がしにくいとか、そういった不満はね、出にくくなっているのではないかと思います。また、これも車体構成に起因する部分なのかもしれませんが、このトリシティ155はですね、シート下の荷物を入れるラゲッジスペースがやや小さいんですよね。ヘルメット1個分といった感じで、通常のね、携帯する荷物であればそれでも十分なのですが、ツーリングをするような時、もしくはね、キャンプをするような時というのは、シート下以外の、例えばシートバッグなどの荷物を運ぶための装備が必須となるのではないかと思います。それと、あとこれは少し細かい部分ですが、今ちょうどね点灯していますが、見えますかね、ここエコインジケーターというんでしょうかね、燃費運転をしていますよというインジケーターがここにあるんですが、このインジケーターの色と、今ちょっとね、後ろに車がいないのでちょっと、ちょうどトンネルですね、見えやすいと思いますが、このようにですね、ウインカーの色が一緒の緑なんですよね。なので走行中にこのエコインジケーターが点灯すると、あれウインカーを消し忘れたかなっていう、ちょっとね一瞬そういう風に思ってしまうんですよね。なのでこのエコインジケーターはそうですね、なかなか難しいのかもしれませんが、ちょっと色を変えるとか点灯パターンを変えるとか、そういった工夫があればなお良かったかなと思います。
それ以外に関しては私もこの155に乗るのは初めてだったんですが、本当にバランスがいい、このモデルは。ツーリングに使ってよし、毎日の足として使ってよしといった感じで、なかなか優れたモデルだったのではないかと思います。それでは。